皆さん、こんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて意味はわかるのになぜそうなるのか理解できないと困ったことはありませんか？この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは言葉や行動の背景にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に紐解いていきます。今日はパーソナライズというキーワードから日本人の心を覗いてみましょう。皆さんはインスタとか YouTube を見ていて自分の好きな動画ばっかり出てくるなぁと感じたことはありませんか？今回読んだ Z 世代化する社会の中に開かれたネットワークの中の閉じられたコミュニティという言葉がありました。世界中とつながれるはずのインターネットが実は誰にも見えない閉じた世界を作ることに向いている。今日はその便利さの裏側にある現代社会の少し怖い性質について私の考えも話したいなと思っています。私はこの本に書かれていたインターネットが閉じた世界を作っているという視点はあんまり実は意識できていなかったんですよね。パーソナライズは、怖いし嫌だなって思ってたんだけど、ソーシャルメディアに対してはずっと世界へ開かれている場所っていう強いイメージがあったんですよね。でも、プラットフォームが私たちに心地よいと思う情報だけを差し出してくる。裏を返すと、自分にとって都合のいい世界ですよね。それに静かに囲われていくということでもある。そこでは否定されないし、もちろん傷つかない。みたいなことがこの本には書かれていました。否定されない世界は居心地がいいですよね。でも、その代わり自分の価値観を試されることがないということですよね。私的には考える力はだいたい否定から始まるって思ってるんですよね。なんだか難しいですよね。皆さんはどう思いますか？少なくとも私が持っていた開かれたソーシャルメディアのイメージとは真逆に進んでいるということですよね。これがいいことなのか悪いことなのか、正直まだちょっと判断はついてないんですが、嫌だなっていう気持ちがやっぱりちょっとありますね。というのも、こういう社会が進んでいくと、目の前の人とちゃんと話をする力が弱くなっちゃうんじゃないかなって不安があります。ネットだと自分を否定しない場所をいくらでも探せますよね。でも、現実の社会はそうじゃないですよね。嫌いな人とも仕事をしないといけないし、合わない人と同じクラスで過ごさないといけないことも学生だったらありますよね。私自身は嫌だと思う人は離れられるなら離れていいと思っているんですよ。ただそれはどうしても離れられない人がいるという前提があるんですよね。離れられない嫌な人とは、本来そこで、衝突しながらも、分かり合う努力をして、良くも悪くもその相手を理解していく可能性がありますよね。でも、今は分かり合う努力をしてなくても、ネットに逃げ場がたくさんあるということですよね。もっと仲良くなれるかもしれない相手よりも、最初から自分を肯定してくれるコミュニティの方がずっと楽ですよね。楽な方を選ぶこと自体は悪いことじゃないと思うんですけど、それが続くと分かり合おうとする力はどうなるんだろうかを考えます。育たなくなるんじゃないかな。その結果、現実の人間関係が面倒なものとしてないがしろにされてしまう時が来るんじゃないか。そんなことを考えてしまいました。今日はインターネットの閉鎖性と現実の人間関係への
影響についてお話ししました。ネットは居心地がいい世界ですが、もしかしたらそれによって失われている対話というのもあるかもしれないですね。皆さんの周りでは、ソーシャルメディア、ネットの居心地の良さと現実の人間関係はどちらが優先されていますか？ぜひコメントで皆さんの感じていることを教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。